こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、スズキの V ストローム 800DE だ。2023モデルとして行くまで発表された、完全新設計の V ストロームですね。イギリスでは価格発表もされているので、それらをまとめてお届けするぜ。このチャンネルでは、気になるモデル1台を深掘りする動画と、毎月の新型まとめ動画の2種類の動画を、毎週末お届けしています。新型情報を定期的にゲットしたい方は、チャンネル登録してお楽しみください。というわけで今回は、V ストロームファミリーの中であれが一番、なバイク、V ストローム 800DE か 800DE の特集をお届けするぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。冒険心を引き立てる、鈴木、V ストローム 800D に、1、800DE の噂やうんちく。2、800DE の特徴。3、800DE スペック紹介。4、ライバル比較。です。じゃ、はじめご。1、800DE の噂やうんちく。V ストシリーズって、街乗り、ツーリング、フラットダート。使い勝手の良いスズキの名車ですね。2022年スズキ本社で行われた V ストロームミーティングでは、機体の新 V ストロームファミリーが展示されたな。V ストローム SX、800DE、1050DE の新3兄弟ですね。ちなみに、2017年のミーティングでは、現行3兄弟のお披露目をしてるんだよな。その時の鈴木敏弘社長の挨拶は、褒め言葉はいりません。気に入らないところ、悪いところを教えてください。今の最高を次の最高にするために。と、痺れる言葉を放ってから5年。ついに次の最高が登場したってわけだ。2022年も、鈴木社長自ら、新生 V ストファミリーの国内販売を発表されてましたね。そうだ。で、800DE のリリースには、こう書かれてる。ツーリングから日常の通勤通学まで全てにおいて、ベストパフォーマンスのアドベンチャーバイクを目指して開発しました。満を持して発表されたバイクは、完全新設計のエンジン、21インチタイヤと V スト兄弟一番の最低地上高とストローク。そして 1050DE より軽い車体。このスペックなら、800DE はガチでオフロードをガシガシ走れるモデルってことですね。確かに、スペックを見るとガチっぽいけど、それはあくまで、V ストファミリーの中でって話なんだって。800DE のチーフエンジニアさんが、V ストロームミーティングで語った内容なんだが、他の V ストロームと一番違うことは、開発段階から未舗装路ありきで設計されていること。冒険心を引き立てたい、そういうバイクにしたかったんです。アクロで引き返そうかな、と思うようなシチュエーションでも進んでいけるように。と、答えてるんだぜ。でもさ、開発段階から未舗装路ありきって、どういうこと？それな。まず、1050XT が搭載するエンジンは、TL1000SR を始まりとするレース用エンジンが祖先だ。650XT は、欧州で大ヒットした SV650S のエンジンをベースに開発されたモデルだな。V ストローム250は、扱いやすさを優先した GSR250R のエンジンを有用して開発されたモデルだ。どの V ストも、最初は派生モデルとして誕生したんですね。しかし 800DE は、エンジンと車体は同時開発で進められ、開発段階から未舗装路ありきで設計されたモデルだ。結果、800DE は V ストロームシリーズの中で、一番のオフロード性能を持つことになったけど、それは、すべてにおいてベストパフォーマンスなアドベンチャーバイクの範疇で、ってことだぜ。だからガチオフじゃない、っていうことなんですね。そうだな。すると今後は、V スト用に開発されたエンジンを使った派生モデルが誕生するかもしれないね。裏舞台から表舞台に躍り出た気分。そうなると、V ストシリーズを支えた鈴木の隠れた名機、熟成を重ねた V ツインエンジンの行く末が気になるな。ひょっとして、650XT も 800DE と併売されたりして、確かにそのパターンもありだけど、将来的には、揺れ技術やコンパクト化を採用した新型エンジンを中心に、モデル展開されていくだろうな。となると、残すは 1050XT の大型 V ツインエンジンですか。V ストロームの象徴だった V 型エンジンは、その役目を終えようとしているのかもしれないな。価格予想。うんちくを語った後は、国内価格の予想だぜ。800DE はイギリス、アメリカ、オーストラリアで発表済みだ。イギリスでは販売価格も発表済みだ。これをネタに、国内仕様の価格を予想するつもりですね。はいな。まずはイギリス価格、ドン。1499ポンドですね。日本円換算だと、約 167.7 万円です。オーストラリア価格、ドン。18,590ドル。日本円換算だと、約 168.9 万円ですね。どちらも似たような価格ですね。アメリカは未発表だな。でも、どちらも国内仕様の 1050XT 価格、151.8 万円を上回ってますけど、高くないですか？単純な円換算だからな。イギリス価格で比較したら、現在販売されてる同クラスのアドベンチャーと価格差はほとんどないぜ。そうなの？ヤマハのテネレ700は1万100ポンド、国内仕様 128.7 万円。
BMW の F850GS は1750ポンド、国内使用163.8万円。トライアンフのタイガー850スポーツは、95ポンド、国内使用145万円だ。ほんとだ。次はイギリスと日本での価格差を考慮してくぜ。650XT のイギリス価格は8799ポンドで、日本円換算は約140.5万円だが、国内使用は100.1万円だ。1050XT のイギリス価格は12499ポンドで、日本円換算は約199.5万円。国内使用は151.8万円。イギリス価格と国内価格の差は、どちらも約40万円だ。800DE の日本円換算額、168.6万円から40万円引くと、答えは128.6万円だ。1050XT と 650XT の間の価格に収まりましたね。この価格は、国内で買える 800cc クラスアドベンチャーと比較しても、大きくずれてはいない。外車以外は、それは仕方ないさ。でも、この機能でこの価格120万円台なら、かなりリーズナブルですよね。ちなみにスズキの GSX-8S は、7999ポンド約 128.4 万円で、40万円引いたら、88.4 万円ですって？これは少し安すぎるけど、あのメーカーに対抗するなら、これぐらいの価格設定になるかもな。話がそれた。それでは、V ストローム 800DE の予想価格は？ズバリ、127.5 万円でどうだ？排気量 1cc を1500円として、計算してみたぜ。ちなみに 1050XT は1445円 1cc、650XT は1540円 1cc な。価格といえば、並行輸入 V ストローム SX の販売価格が、グーバイクに掲載されてました。いくらだった？ 49.05 万円です。いいお値段で。発売時期。最後は発売時期の予想だ。最近、800D 以外に SX の動画がちらほら出てきましたね。そうだな。SX は発表されて数ヶ月経過しているからな。でも 800D は、デリバリーも開始されていないし、海外でもショーで公開されたモデルの動画ばかりだ。発売日を予想できるネタはあるんですか？あるぜ。スズキのニュースリリースだ。2022年11月に発表、2023年2月から欧州、北米を中心に全世界で順次販売を開始するって発表されてる。いつものパターンだと、年末発表モデルは翌年の春から欧州、米国でデリバリー開始。日本は春頃に国内仕様発表、&発売って感じですよね。例えば、GSX-S1000GT を例に挙げると、2021年9月に発表し10月発売開始。日本仕様は翌年の2022年2月に発表&発売開始で、5月頃から納車動画がアップされ始めてる。海外発表から5ヶ月後ぐらいだ。それじゃ、800DE の海外仕様は11月発表だったので、国内仕様は今年の4月ぐらい？ゴールデンウィークを 800DE で駆け抜けるなんて、最高じゃありませんか。予想が当たれば、だけどな。確か、SX の国内発売もそれぐらいだった気がします。スズキの2023年バイクラインナップは、V ストファミリーで埋め尽くされますね。おそらく、その頃にはホンダトランザルプ、ヤマハの新型テネレ700も発売されるだろう。噂では、ホーネットも国内導入の可能性あり、ってことになっているし。現行 V ストローム 650XT の今後も気になるし。何が自分にぴったりなのか、悩みまくりのゴールデンウィークになりそうだな。でも、主が買うのはホンダの CB1000R でしょ、と言い続けて3年目。2、V ストローム 800DE の特徴。さあ、お次は 800DE の特徴を紹介していくぜ。デザイン。V ストローム一番の特徴、くちばしデザインを継承した、スズキ独自のスタイリングですね。800DE は、他の兄弟モデルよりヘッドライト周りが小型化されている。先代の大きくて丸いライトの方が、開張感たっぷりだったけど。今回の縦置き2灯ライトは、無表情なロボットって感じでかっこいいと思います。最近のスズキの流行りだな。この顔面デザイン好きですよ。この調子で、どんどんライトを増やしていってほしいです。こんな感じで。了解かよ。ゴールドのスポークホイールもキラッキラですね。タンク下回りやフロントカウルの先端には、アクセントカラーが入っているし、社名や排気量のデカールも貼られてるから、かなり派手なスタイルになったな。アドベンチャーと SS は、派手さも性能の一部ですからね。でも、直列2気筒になった分、車体の幅が広がって、足つきが気になりますね。確かに。それじゃサイズ比較しておくか。サイズ。650XT は、2275mm 910mm 1405mm。800DE は、2345mm 975mm 1310mm。1050XT は、2265mm 940mm 1465mm。数値的には 800DE だが、見た目はほぼ一緒。シートコート最低地上空。650XT は、835mm 170mm。800DE は、855mm 220mm。1050XT は、850mm 160mm。800DE の勝ち。勝ちってなんだ？装備重量。650XT は 212kg。800DE は 230kg。1050XT は 247kg。800DE はタイヤのインチアップやアンダーガード装備、排気量アップで 650XT より重くなったか。
ベストパフォーマンスなバイクとして開発されましたが、ちょっと乗る人を選んでしまいそうですね。エンジン仕様。新設計となる総排気量 776cc、直列2気筒エンジンですね。800DE の一番の目玉、現行のミドルクラスが搭載する 650cc の V ツインエンジンに変わるかもしれない新エンジンだ。V 型を直列にするだけでなく、クロスバランサーも採用しよりコンパクト化を進めている。エンジンの小型化と軽量化は、バイクの重量バランスやデザインの幅を広げることができるからな。オールラウンドな使い勝手を想定した作りですね。スズキクラッチアシストシステム、SCAS 搭載で、クラッチレバーの操作力低減、ツーリングの疲れも軽減だ。燃料タンクの容量は20リットル。燃費は 22.7 キロだ。航続距離は454キロだぜ。400キロ超えは嬉しい。フレーム&足回り。800DE のフレームは、アルミじゃなくて鉄だ。これは黒走破性を考えて、ってことですよね。同じ厚みのアルミと鉄なら、鉄の方が強い。アドベンチャーモデルはトップケースやパニアを装備するので、操縦安定性を優先し、軽さより強度を選んだんだな。足回りは前後ともに日立アステモ製だ。昭和ね。倒立フロントフォークはアジャスタブル、リアはプリロードダイヤル調整式のモノショックサスペンションだ。V ストロームファミリー最大のストローク量のおかげで、最低地上高もシート高も 800DE が一番だぜ。さすが完全新型モデル。タイヤはフロント21インチ、リア17インチのワイヤースポークホイールだ。3、V ストローム 800DE スペック紹介。じゃ、最後はスペック紹介だ。カラーバリエーション。発表されているカラーバリエーションはこちら。チャンピオンイエローナンバー2、グラスマットメカニカルグレー、グラススパークルブラックの3色です。国内にはどのカラーが導入されるのでしょうか？スズキは国内向けにカラーを絞ったりすることは少ないので、全色導入されると信じよう。使用装備。十分実用レベルな装備ですね。残念ながら、クルーズコントロールは未採用ですけどね。じゃ、一気に紹介するぜ。ウィンドスクリーン。 3段階の手動調整可能だ。USB ソケット。メーター左側に USB タイプ A ポートを1つ装備。ワイドステップ。ステップラバー取り外し可能。樹脂製ナックルカバー、アンダーカーリング。アンダーガードじゃないのね。樹脂製だからな。電子制御、スズキ、インテリジェンスライディングシステム。次の6つの機能で構成されているぜ。スズキドライブモードセレクター、SDMS。出力特性を A、アクティブ、B、ベーシック、C、コンフォートの3つから選択可能。トラクションコントロール。リアホイールが空転した時エンジン出力を制御するぜ。3モードプラス G モード。機能オフも可能。双方向クイックシフトシステム。クラッチやスロットルを操作せずにシフトアップダウンが可能。スズキイージースタートシステム。ワンプッシュでエンジン始動が可能。ロー RPM アシスト。スムーズな発進を補助。ABS。2モード選択可能。リアの ABS 解除モードもあり。こんなところだな。じゃ、最後はライバル比較だ。4、ライバル比較。今回の比較は、この2台だ。ホンダ、XL750、トランザルプ、ヤマハ、テネレ700。国内メーカーのミドルアドベンチャーたちですね。比較する仕様は、すべてイギリス仕様な。じゃ、比較評論。車両価格。おそらくトランザルプが一番安くなりそうだな。なんで？主要装備の内容が、800DE に比べるとちょっと物足りないからな。価格設定が気になるところだ。シートコア&重量。テネレ700が 875mm で一番のシート高です。ロー仕様があるらしく、837mm だな。国内導入はこれが標準になると噂されてるぜ。重量もテネレ700が最軽量ですね。3台ともメインフレームは高張力交換、スイングアームもアルミなのに、この差は一体？燃料タンクの容量だと思われる。エンジン。ホンダが一番ですね。他より高回転仕様で燃費もいい。さすがホンダ。燃費&航続距離。最軽量のテネレ700が燃費トップだけど、航行距離は 800DE の454キロがダントツだ。これは V ストファミリーの強みだな。使用装備。充実度は 800DE ですね。他社だとクイックシフターがオプションですが、800DE は標準装備です。以上でスペック紹介は終了だ。シンプルイズベストなテレネ700、コスパが高いトランザルプ、ほぼフル装備の 800DE。あなたならどれを選ぶかな？よく考えてくださいね。じゃ、今回の動画は以上だぜ。次は終わりの一言です。終わりの一言。V ストローム 800D、いかがでした？クルコンがついてないのが、その話はもういいじゃないか。ミドルクラスにクルコンが装備されるのは、トップモデルに先進安全装備が行き渡ってからだろう。そうですね。スズキもヤマハもホンダも、同クラスのアドベンチャーをラインアップしていますけど、いかがでした？ホンダの優等生ぶりがさ、その話ももういいじゃないか。ホンダの後出し勝ち逃げは、いつものことじゃないか。そうでした。
V ストロームファミリーは、アドベンチャーというカテゴリーで鉄壁のラインナップになりつつあります。ここまでのファミリーに成長するなんて、誰が予想できたでしょうか。さすが鈴木社長の愛車。で、もちろん兄弟車の GSX-8S も深掘りするんだよな。もちろん掘り下げますよ。もう少しお待ちくださいね。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。